はいおはよう。今日は1歳までに必要だったものと必要じゃなかったものを紹介したいと思います。例えばこういうおもちゃとかこういうやつとかね。なんでこれから1歳に向けていろいろ揃える人もいると思いますが、本当にいらないものといるものを紹介しますんで、参考になれたらいいかなと思って紹介します。ミルクとか当たり前に買うものは紹介しません。本当に買って使わなかったもの、使ったものだけを紹介します。それでは早速紹介したいと思います。まずおもちゃですけど、このガラガラ生まれる3ヶ月前に買ったものなんだけど、これは生まれた直後にもう取ってもいいんじゃないかなと思います。全然使えます。ガラ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 、今でも使えますもんね。こういう音の出るおもちゃは本当最強ですよ。あった方がいいですよ。これはハイハイとかこれひっくり返れる時になった時にはもうこれ必要ですね。特にフローリングの部屋とかにあった方がいいと思います。頭ごっちんとかそういう転倒防止に少しは役に立ちますんで。でこの積み木なんですけど、これちょっと早かったかなって思いましたこれ年齢何歳だ、 1.5 歳以上だもんで、1歳、そうだね、1歳になってから買ってもいいんじゃないかなと思います。それでもまだ使うことはないですけどね。子供の成長次第だと思いますけど、生後1ヶ月から6ヶ月8ヶ月からまだ買わなくてもいいと思います。一緒にこうやって一緒にやれるかなと思ったけど全然やれないですね。投げるか倒すかの2つしかないですね。でこういうの加えちゃうもんで、多分こうやって積み立てれるようになるにはまだまだ先だと思うんですね。なので1歳になってから積み木は買った方がいいんじゃないですか。8ヶ月9ヶ月はまだいらないと思います。こういうのは生後7ヶ月になったらもうお座りとかそういうことができるようになったんですけど、後ろからこける時あるんですよ。コテンって。その時にこの背中クッション、これ絶対あった方がいいですね。今でも使ってます。しっかり歩くように安定して歩くようになったらやめるかなと。それまでもしっかりこれをつけてますね。これ絶対あった方がいいですね。本当にもう何でも転びます。これ作った人神だな。昔はこんなもんなかったんだけどね。この転倒用の背中クッションは絶対あった方がいいです。あとデザインも可愛いし、こうやって前からは多少はいいんだけど、後ろゴンっていくと本当にね、もうギャン泣きしますよ。もうガンって。大人でも頭を打つ痛いんで、なのでこの背中クッションは絶対あった方がいいですね。でほとんど使ってないのがこのおしゃぶり。僕の場合1週間しか使ってなかったですね。あと嫌がって全部もう外しちゃったもんで、もうそれ以降使ってません。であとこのベビーパウダーもう1回も使ってないですね。ワセリンとか塗りはもうそれでよしなんで、1回使ってないってことはないか。ちょっと1回汗もんになったもんで、その時に使ったぐらいで、もうあとは1回も使ってないですね。このバウンサーいつ買ったかな。このバウンサーって生後3ヶ月4ヶ月ぐらいに使ったと思うんだけど、もう1ヶ月ぐらいしか使ってないですね。なくてもよかったかなって思いました。これゆらゆら揺れるんですよ、自動に。で揺れることで安心して寝ちゃうっていう仕組みなんだけど、ポックンの場合あんまり通用しんかったね。 2,3 日ぐらいは通用したんだけど、でこのおもちゃで紛らわすことができるんですよ。これゆらゆらでこれ使わんかったな、嫌がってな。なのでこれは必要ないと思いますよ。
バウンサーはあまり必要ないと思いますね。次はこのハイローチェアってやつですね。これあれ今固定してるけど、これスライドできるよね。これ固定しちゃってる。これ通常こうやってやるとスライドもできるんですよね。どうだろう、生後 5ヶ月から離乳食で今こう使ってますけど、その1ヶ月から4ヶ月の間はこの上で夜以外は3時間おきに寝かしてましたね。ずっと寝かすのは良くないって説明書に書いてあるんでダメなんだけど、3時間ぐらいとかこうやってゆらゆらさせて寝かしてましたね。これめっちゃあった方がいいと思います。今でももうこう皿代わりにして使ってますし、離乳食でその5ヶ月前までは何に座らせとったかというと、この椅子です。最初の離乳食はこれでやってたんですけど、ちょっとやりづらくなったもんでもうこれに変えました。たまにこの椅子今でも使いますけどね。この椅子もあった方がいいですね。これは本当に寝かすこともできたし、本当にあってよかったかなと思います。今でも役に立ちます。今もうずっと使ってますね。1年間もうこれほぼ使ってますね。はい、次の3つを紹介します。でこれ1年間使ってたやつなんだけど、授乳クッションだけど、これはあった方がいいですね。これは授乳クッション兼抱き枕で妊娠中の時からこれは抱き枕として使ってました。寝返りを打つ時とか大変だったんで、これを使って寝たら楽になりました。で、出産後はこれを授乳クッションとして使ってミルクや母乳をあげてました。すごい楽で負担がかからないです。だからこれほぼ1年間使っとったよね。1年間。今はもう1歳になってからミルクをあげてないから。じゃあもうこれ1年間これはあった方がいいってことだね。これはあると楽ですよ。で、あとこのおんぶ紐と抱っこ紐、これおんぶも抱っこもできるんだけど、これなんで2種類も持っとったんだっけ。初めはこっち古いタイプのやつを持ってたけど、これがおんぶも抱っこも一応できるんだけど、すっごい肩に負担がくるから、これ細いからね。だからすごい口コミとかでも評判良かったこっちのエルボを買って、これね、これがエルボです。でエルボを使ってほとんど今は使ってる。だけど家事をやるときはおんぶの方が楽だから、こっちも使わないのはもったいないから、家事をするときはこっちのおんぶ紐を使って。じゃあ結局2つ買えっていうの。2つ買えとは言わない。どっち買った方がいいの。買うならエルボ。買うならこっちの方がいい。ただ切り替えが抱っことおんぶめんどくさいだけで、そんな慣れだよね。あとはなんで抱っこおんぶ紐を買うんだったらこのエルゴのこういうやつがいいですね。こういう肩幅も太いやつとか、ちょっと高いけどね、これと比べたらめちゃめちゃその分全然今でも使えるよね。使ってる。この間も検診連れて行ってます。なので買うんだったらこういうやつよりこういうやつの方がいいですね。次に必要なものはこれですね。なんだっけこれ名前。そうだ、ベビーカー。ボケたか俺。ベビーカーはね、ほんと出かける際とか全然いいんでね。いつから使ってたっけこれ。生後初めてのあれだよね。4ヶ月くらいだね。本当はもっと早く使えばよかったんだけど、真夏が外になかなか出るのが暑くて。そうだな。使い方だな。やめたんだよね。だから涼しくなってきた秋ぐらいから使うようになったから、だから4ヶ月頃から。あとこれ確かに場所を取ったりね、移動もちょっとね大変、なんつうのかな、移動する時も場所とか取っちゃうけど、でもずっとおんぶとか抱っこなんかできんもんでね、これに乗せてねガーって行った方がね楽だね。車に積み込むのが大変だけどね。K の人はめっちゃ場所取られますんで、なんで動物園とか水族館か、あと遊園地はどうかわからないけど、
移動する際にはもうこれはあった方が本当楽です。ずっと抱っこやおんぶして歩き回るともう大変なんで、これ絶対あった方がいいです。これ今でも使うもんな。これは持っとった方がいいです。じゃあこれで最後になりますけど、このベビーベッド、これはどうだろう。これ買った理由が僕も嫁も寝相がとにかく悪いんですよ。なのでもう最初から寝相が悪くて潰しちゃいかんかなと思ってもうこれにしました。これもうずっとこれいつから使う1年以上か。最初の3ヶ月はあれか。最初の3ヶ月はもうリビングで下で寝てたからこれは使ってないけど、4ヶ月ぐらいからずっと使ってるんだよな。もう生後4ヶ月からもうずっと使ってますね。でも一人で寝かせれば自動的に一人で寝るようになります。逆にね、もう使いすぎてね、一緒にね寝ようとしたらね今度逆にね遊び始めてね寝なくなるもんでね、デメリットとしては一緒に寝れなくなりますよ。これ使っちゃうと。その代わりこれずっと使うと一人で寝れるようになりますね。なりましたね。なので一緒に寝ようとすると暴れですか、遊び始めるもんでね、もう一緒に寝ることできないですね。まあどっちみち小学校入るともう一人で寝れるようにならんといかんもんでちょうどいいんじゃないですかね。私は赤ちゃんと一緒に寝たいっていう人はもうベッド用のやつがあるので、そっちを購入して一緒に寝てもいいと思います。僕は寝相が悪いもん自信がなかったもんで、もうこれだってもう生まれる前から決めてました。これを買うぞっていうことでこれ買って1年間今も使ってますけど、これはあっても役に立ちますね。場所は取りますけど。で続いておくるみなんだけど、これ生後1ヶ月まで使ってましたけど、これはどうだろう、あった方がいいね。退院する時にくるんで運んでたし、あと病院行く時そうだね、冷房とかついてたりすると寒いから、その風よけで使ってたりとかしてました。だからおくるみはあった方がいい。今はもう使ってないな。使ってないもん。もう全然1ヶ月ぐらいしか使わんけど、最初はあった方がいいですね。でこのお出かけバッグ、これ何詰めとった？ミルクとかかな？ミルク、おむつ、着替えとか、あと、病院連れて行く時は母子手帳とかそういうのも入れてた。でもこの辺は大体みんな持っとるでしょ。持ってるんじゃない？リュックの人もいれば普通にトートバッグの人もいるし、それはそれ。これはみんな持っとるでいいな。紹介するまでもないな。であとはタンスですね。タンスは一人だもんで一つしか買ってません。2つも3つもでっかいやつもいらないと思いますよ。これぐらいでちょうどいいんじゃないですか。服でおむつ替えとかガーゼとか、そうこの模様のやつ、バスタオル、あとはちょっとそこは使わなくなるかも。こんなもんで全然いいよね。服もいっぱいあるけど全然足りますんで、こんなでっかいタンスとかなんかまだいらないと思います。この1年間でこれしか使ってません。こんなとこですね。あとは過去の動画にもいろいろ上げてますんで、また気になる方はまた過去の動画を見てください。それとまだここで説明してないものもありますけど、こんなもんってどうですかとか、これって必要ありますかとか、そういう質問がありましたらコメント欄に書いてもらえばまた答えますんで、その辺よろしくお願いします。どんどん書き込んでください。はい、それでは以上です。よし、飯食うぞ。